皆さん、こんにちは。ファボです。ご機嫌いかがですか？過呼吸女子のエピソード2がスタートとなりました。本日はですね、親を絶望して初めて成長できたについてお話ししたいと思うんですけど、親を絶望させるっていうのって犯罪を犯すとかじゃないですよ。親の期待に応えるのをやめてから私らしく自分として成長できたと思うことなんですね。そういうみんなが親との関係はどういう関係なのか、私の方はちょっとわからないんですけど、私は親とは個人的にはすごくいい関係をつけてるのかなと思うんですけど、みんながみんなそうではないっていうのはわかってるけど、自分の親は本当にいい親なんですよ。自慢みたいになってるんですけど、この親を人間として見始めた時に、やっぱり、親すっごい頑張ってんなっていうのは、大人になって初めて分かったっていう部分あるんですけど、親も、日系ブラジル人なんですね。祖母たちもブラジルに移住してて、お母さんは日系三世でパパが二世なんですね。だから、パパの親も完全に日本生まれの15歳ぐらいの時にブラジル行っている親なんですよね。で、ママの方は一部日本家系で一部イタリア家系なんですけど、まあ、この顔に出ちゃったっていうのがあって、全然日本人っぽくないって言われるんですけど、一応75%ぐらい日本人なんですね。日本人の友達の中でも、やっぱり一番長く日本に住んでるのが私なんですね。もう海外とかで何年も海外に行ってる人とか、仕事とかでもう何十年も海外に行ってる友達とか何人かいるんですけど、私がやっぱり日本にずっと住んでる人なんですね。逆に海外にあまり行ったことなくて。去年初めてよく行くようになったって。それは違うエピソードの話になるんですけど、すごく親について、自分は長女なんですけど、移民家族の長女っていう、期待があって、兄弟とかも、弟とかは6歳違いで、妹とは9歳違い。妹2人いるんですけど、双子の。親は私が一番上っていう時点で、あんたは兄弟たちの鏡やで。あんたは学校行って兄弟たちに勉強はやっぱりいいもんだよって見せつけなっていうことを聞いて育ってきた人なんですね。だから親の期待をまず答えたくて、親をできるだけ無理をさせたくなくてっていうのがあったんです。あるんですけど、その時はもっと強くて、親がこう感じるからやめとこうとか、すごく、あったんですけど、大学で初めて、高校の時も結構親に反抗して、いろいろと期待外れさせていただいたんですけど、大学で一番親の期待に応えるのをやめた時期だったんかなと思うんですね。大人になってからも、親の、期待には応えるようにはしてきたんだけど、親孝行だからっていう言い訳をして、いろいろしてきたんですけど、大学の時はやっぱり家を出て奈良の大学行って、小さい町だったんですけど、やっぱり留学生も多く、世界がやっぱり高校に比べてでかくなって、いろんな国の人、いろんな日本の地域の人とかと接するようになって、自分はどういった人なんだろうって考えるようになったんですね。で、大学2年生のハロウィン前かなに初めて友達の長いロングスカート借りて少し街に出たんですけど、それが快感すぎて。で、ハロウィンの時も初めてのハイヒールを買って、メイクをして、ハロウィンを過ごして、あ、これ落ち着くわって自分らしいわって思ったんですね。で、前のビデオにも言ったんですけど、私は
トランス女性で、もともと生まれつきは男の子だったんですよ。だから、それが快感だったんですね。やっぱり、自分らしさっていうか、これ着て落ち着けるっていうのがあったんですけど、大学の、卒論を決める時期になりまして、その卒論について何書こうって思った時に、やっぱりこの大学4年間勉強してきたこと、プラス自分がやっぱり興味のある分野、プラスやっぱりなんかように伝えたかったっていうのがあって、自分の大学の専攻はラテンアメリカの地域の勉強の専門だったんですけど、その時に政治とかもラテンアメリカ全体の政治、経済とかも勉強してて、で、自分自身もラテンアメリカ出身、ブラジルなんで、ブラジルのこの生まれ持った部分と自分の育ってきた環境、自分キリスト教なんですけど、親がキリスト教だったんですけど、親がキリスト教で、自分は今無宗教に近い感じなんですけど、小さい時から教会によく行って育ってきた人なんですね。その時にちょうど自分がもうすでに、その時はゲイとして生きてたんですけど、自分がゲイでも、ゲイの中でもめめしい人、女性らしい人っていうところだったんですね。その時は自分トランスっていう認識はなくて、自分はトランスにはなれないっていう思ってたんですね。やっぱりトランスで生きるのはその分だけの覚悟あるんですけど、それは違うエピソードについてお話ししていくんですけど、その時は私はめめしいゲイの人だったんですね。もう派手で、どう見ても男の子だけど、世の中がよく言うザ・マスキュリンの男の子ではなかったんですね。その時に、じゃあこれについて書こうって思うんですね。その時はもう2016年とかだったんで、特にインターネットが少なかった時期だったんですけど、ある程度、コンテンツクリエイターは出てきてて、特にブラジルとかコンテンツクリエーションがすごい大きな国なんで、そのインターネットっていう要素と LGBT という要素、今はもう LGBTQIA っていうフレーズになってるんですけど、その時は LGBT が精一杯だったんですね。L がレズビアン、G がゲイ、B がバイセクシュアル、T がトランスジェンダーだったんですけど、自分はその中の G だったんですけど、思ってたと認識してたっていうか、で、卒論書き始めて、その時の卒論の名前が、スカート履く男性とその多様性についてだったんですね。すごく、スカートイコール女性だけど男性が着ると、こう、やっぱりみんなが見るっていうところから始まって、で、その時に初めて LGBT について詳しく勉強したんですね。で、その中でノンバイナリーっていうトランスジェンダーの中に接する一つのアンブレラで、ノンバイナリー、もう男性でも女性でもない、中性の人って言える、まあ、省略して今話してるんですけど、すごくそこに同感しちゃって、それに続けて、やっぱり大学でその社会でよく言う女性らしい服をよりもっと着ようと思ったんですよね。だからみんなのこの周りの人たちにどういう反応するのか観察したかった。でも体張ってやってた卒論なんですけど、その卒論を書いて卒業を迎えたんですけど、その時にその自分の選考の中で優秀賞っていう、あのすごく嬉しい、結果になりまして。でも、その結果、親についたら、親がとにかく、あんたの卒業式行きたいって言ってて、で、自分はやっぱりこの2年間、女性の服を着て生活してきたから、やっぱり卒業の時も、
同じくヒールを履いてメイクをしていきたいと思ってたんですね。で、親にそう言ったの。親は、バカなこと言うんじゃないよって言われて。こっちは、あんたの卒業式行って、写真いっぱい撮って、家族みんなに見せるのに、あんたがその格好をしてどうすんのよみたいな、すごい喧嘩になった覚えがあって、で、卒業式の日に来て、で、自分の親友二人一緒に来てくれたんですけど、その時家で用意をしてて、ヒール履くか、ヒール履かないか、どうしようかって思ってた時に、もう自分が行きたいように行きなって言われたの。だから、その時はヒールは履かなかったけど、ちょっとしたメイクを頑張ったんですね。親にも、えって言われたけど、親にも、私これで行くから、来んなって言ったんですよ。で、まあ結構卒業前だったから、やっぱり親は、その、親のこの子の卒業を見届けたいって言って、もう行くからねって言われてはい、どうぞ来て。でも私はこうするからっていうのは、すごい強く言ってたんですけど、最終的にヒール履かず、メイクだけ、メイクもすごくこう派手派手メイクじゃなくて、ちょっと抑えめなブラウン系のメイクに行ったんですけど、その時に初めて親の期待に応えるために自分がやっぱり妥協してるなっていう部分、自分らしいけどどこか妥協してるんだろうなっていうのは感じてて、その時でも卒業式だからな、親も見届けたいんだろうねっていうのがあって、卒業式を迎えて嬉しいことにこうもらって、あ、もらった、頑張った私っていうことで、卒業式終わって親もすごく幸せそうだったし、家族もすごい誇りに思ってた部分もあったし、で、そのまま東京に出てきたんですね。で、東京出てきて、やっぱり東京に出た子っていう親がすごい期待をしてて、もうめっちゃ稼いでるでしょ、お金貸してとか、お金ちょうだいとか、もう卒業してすぐだったんですね。親も親で精一杯だったし、自分はもう22だったんだけど、兄弟たちはまだ若かったし、だからお金には困ってたんだろうなとは思うんだけど、その時はもうとにかく給料日に親に仕送りして、ちょっとだけ使っときみたいな感じだったんですけど、どんだけ言ってもお金ないよ。自分すっごい安月給だったんですよ。初めて入社したところがで、とにかくお金なくて、でも東京だからやっぱり遊びたいし、おしゃれしたいし、メイクもしたいっていうのもあって、で、その時ちょうどインスタグラムがだんだんでかくなって、やっぱり自分の過去、自分のコーデとかアップするようになって、ヒールもよく履くことになって、親にもすごい批判されて、もう、親を一時的にブロックしましたね、その時。うん、もう見せたらあかんと思って。でも、やっぱりその親の期待に応えるために頑張ってた部分もあったし、その後、数年経って、で、自分のこのホルモン治療をスタートしたのが3年かな？ 3 年になるんですけど、ホルモン治療を早くスタートしなかった理由って、やっぱり親のことを考えてたんですよ。親がどう思うかっていう部分で、恋人とかも、これまで付き合った人とか、親に全く紹介しなくて、去年初めて元彼を紹介したんだけど、その時までパートナーとかを、親に紹介せずに、すごく、親に紹介したいのに、この人、本当に好きなのにっていうのがあったし、親を紹介してくれないから別れたこともあるし、いろいろあるんですけど、2020年かな？ 2022 年に自分が、やっぱりホルモン治療をスタートしたいっていうのがあって、その時の2022年の6月に
決断したんですよ。一週、一週間前っていうか、もう本当に、前日ぐらいかな。週末、金曜日に入って、やっぱり私、ホルモン治療スタートしたい。その時はすでに、社会では、私をファボとして、周りみんな認識してくれてて、で、どう見ても女性らしい。で、もう、髭も、だレーザー脱毛してて、もう肌すべすべで、もうどう見ても女性なんじゃないっていう周りがあったんですけど、ホルモン治療もしてないし、髪の毛も短かった時だったんですけど、私はこうしたい。だからこうするって初めて決断したんですね。で、ホルモン治療スタートして1年ぐらいも実家に帰らず、一気に胸でかくなって、もう実家に帰ることもなく、実家に帰りたいのに。でも親にどう自分を見せようって思って、ちょうど弟が東京に来て、で、弟に言ったの。私、実はホルモン治療スタートしてて、これからラファエラって呼んで、つかさって呼んでってお願いしたのね。で、弟が言ったことが、あんた幸せやったらいいんじゃねって言われたの。私は幸せ、幸せ。この、これまで生きていって一番幸せかもって思ったんですね。親とか社会とか、その社会の縛りとか全部無視して、一番幸せって思ったのね。で、その時に家族に会う覚悟をしていたんですね、年末年始に。で、その年末年始に実家戻るって決めて、いつも通り、これまで通り、駅に迎えに来てくれて、で、ご飯行って、で、そのご飯のところに弟が来て、弟が来たからやっぱり心強かった部分もあるんですけど、親に、私、ホルモン治療スタートしたんだって言ったの。それでって言われて、それでってそれでそれでどうしようみたいなってなって、あんた幸せなんて言われて、過去一幸せって言ったの。いや、それやったら、あたいも幸せやでってママが言ってくれて、でもそこももう泣き出したんですね。今も泣き出しそうなんですけど。で、パパにも報告しなきゃって思って、で、パパと、同じ家なんですけど、実家が。パパが本当になんか、あまり、話すのって家族と一緒にいる時としか話せないから、パパをちょっと連れ出して、私、あの、女性になりましたって報告したら、パパも同じく、あんたは一番今幸せそうやなって言われて、はい、一番幸せですって言ったんですね。親は確かに、生まれた時にいろんな期待と希望を無意識で渡してきたと思うんですけど、やっぱり家族作って子供作って幸せに生きてほしいっていうのが親の一番の期待かと思うんですけど、私はその親の期待には応えれない人なんですよ。結婚して子供を産むっていうのがまず自分できない体になったし、でも結婚して子供を家族として迎え入れることもできるんだけど、やっぱりそこら辺って血縁についてなんだろうなと思うんですけど、自分はそれをまずできないっていうのが一番大きな、期待を破る部分だったんかなと思うし、親もそこら辺悲しかったと思うんですけど、実際私は今が一番自分らしくて一番幸せなんですよ。親がやっぱり子供を無理させたくない、保護したい、もう世の中から排除させ
たくないっていうのが一番の思いだと思うんですよ。みんながみんな一緒と限らないと思うんですけど、私の親はそうだったと思うんですね。そうだと思うの。私だけに対してじゃなくて、兄弟たちに対してそう思う。言い方がやっぱり難しいと思うだけで、親はそう感じてるはずなんですね。あなたが親とどういうご関係なのか、私はやっぱりわからないんですけど、もしかしたら見ている方も親かもしれないですし、私と同年齢の方とかでも子供いる人多いと思うんですね。もう子供とかも10歳とかも小学校学年とかなってる友達とかも何人かいるんですけど、どの人と話しても同じことを言ってくれるんですよね。ファボがファボらしく生きているからこそ、私も子供に子供らしく生きてほしいと願うようになったんですね。って言われて、っていう、自分の生き方、親を絶望して自分らしく生きれるだけだったのに、これから自分らしく生きられる子供たちも何人もできちゃったんだ。ある意味、親に一回絶望したかもしれないんですけど、期待外れさせたことかもしれないんですけど、違う意味で期待を上回ったんじゃねって思うようになったんですよ。開き直りかもしれないんですけど、難しい部分もあったし、これからもいろいろ自分の生き方とか体とかもいろいろ変わっていく予定なんですけど、親の期待に応えたいっていうのは子供の気持ちかもしれないんですね。みんながみんなそうではないかと思うんだけど、その親の中でもいい親ではない方も何人かいらっしゃると思うし、親のことをすごく大事にしたいってのがやっぱり私自身一番強かったんですけど、親のことも大事だけど、自分のことを大事にしなかったら、やっぱり親を大事にすることってできないんだろうなって思って、初めて生きれたって思うんですね。初めて息できたっていうか、初めて戦いに出れたっていうか、本当に親を絶望してよかったと思います。はい。みんなもこれから親を絶望いっぱいさせて自分らしく生きていけばなと思うことでいっぱいです。はい。はい。では、本日の過呼吸女子。一瞬ちょっと泣き出した部分もあるんですけど、過呼吸になりそうでびっくりしました。はい。はい。では、過呼吸になったエピソードを少しお話しさせていただきたいと思います。前回の撮影の後に、言ったんですけど、キッチンペーパーが、クッキングシートが燃えちゃって、家がもう煙だらけになったんだけど、今週はですね、その撮影してた後に、カメラの不具合なのか、急に、ノーリコーディングって書いてて、ノーリコーディングって思ってで、一瞬すっごい焦って、もう過呼吸所、もう、第一話だったのにって思って、めっちゃ探って、やっと SD カードが変なところに保存してて、そのエピソードが全部ちゃんと録画はしてたんですけど、見つけるまでも過呼吸だったんですね。もう一回第一話を録画しないとって思ったんですけど、それもなく、はい、できました。過呼吸なく生きれたんで、よかったです。はい。っていうことです。では、皆さんの過呼吸エピソードをお待ちしております。コメント欄でも何でもいいんですけど、過呼吸エピソードを残して、いいねとチャンネル登録していただければ嬉しいです。はい。では、また来週、過呼吸女子でお会いしましょう。では、またねー。